こんにちは、シャチパンです。さて今回は買った後に後悔する家電としてよく名前が挙がるオーブンレンジについてです。パッと見はどれも似ていますが、実はメーカーごとにしっかり個性があるんです。そこで今回は大手5社の特徴や評判をまとめてきました。温めるだけなら安いモデルで十分なのとか、温度ムラってそもそもなんで起きるのとか、そんな素朴な疑問から今年の最新モデルの進化ポイントまで盛り込みましたので、これ1本見ればオーブンレンジ選びで迷うことはなくなるはずです。それでは早速見ていきましょう。はじめに毎度おなじみオーブンレンジの選び方について簡単に触れていきます。大きく違うのは機能です。モデルグレードによって明確に差があります。コンビニのお弁当や料理の温めがメインであれば、温め専用の単機能電子レンジ、昔ながらのターンテーブルがついていてくるくる回るタイプとフラットタイプの両方があります。お値段はかなりお安く、1万から 2.5 万円となります。パンや魚も焼きたい、料理もしたいということであればオーブンレンジ、こちらのお値段の目安は 2.5 万から5万円。単機能電子レンジと比較すると搭載センサーも充実していて簡単な料理もでき、価格もまだ手頃、人気のグレードとなっています。さらに蒸し料理もしたいということであればスチームオーブンレンジ、油や塩分もたくさん落としてヘルシー料理で身も心もきれいになりたい方は加熱水蒸気オーブンレンジとなります。加熱水蒸気の原理は後で触れますが、食材内部から表面に浮いてくる油や塩分を美味しさはそのままで洗い流してくれる調理機能です。ヘルシーですね。最近ではここの明確な区分けはなく、加熱水蒸気オーブンレンジとして売られることが多いです。お値段目安も6から15万円と跳ね上がります。このゾーンが各社の上位モデル帯となり、ここまで来ると調理の幅もぐっと広がり、自動調理メニューレシピなども充実しています。皆さんの中にはこんなにお高いなら蒸し料理もヘルシー調理もしないから安いモデルがいいと思う人もいらっしゃるでしょう。しかしもう一つ大きな違いがあります。それはセンサーです。自動温めの精度や温めムラに影響してきます。センサーとしては4種類もありますが、食材自体の温度を見ているのは意外にも赤外線センサーだけです。直接食材の温度を測定できるので精度が良く、上位モデルはまず搭載されていますが、安価なオーブンレンジでは非搭載なことが多いです。複数の食材の同時温めにおいても食材両方の温度を見ながら加熱調整できるという強みを持ちますが、弱点としてはオーブンなどで庫内が温まった状態では赤外線だらけでうまく温度測定できないことです。残りのセンサーは間接的ではありますが、食材の状態を監視しています。温度センサーは実際にはレンジ内の温度を、湿度センサーは食材から発生する蒸気を監視しています。食材から発生する蒸気なので、ラップをしっかりかけて蒸気を遮断してしまうと加熱しすぎてしまいますので注意が必要です。かけるならふんわり隙間を空けるのが推奨です。重量センサーは文字通り食材の重さを測り、必要な加熱量を推測します。重い食器を使用すると重量を誤認して加熱しすぎてしまうことがあります。センサーの性能以外にも上位モデルでは壁にぴったり設置できたり、天面のヒーターがむき出しではなくフラットでメンテがしやすかったり、操作パネルがカラーで分かりやすかったり、ドアを閉めるときに手を離しても優しくスムーズに閉まったり、パンを焼く方にとっては気になるであろうオーブンの設定温度が高かったりと、細かいところで結構違います。たとえ蒸し料理や加熱調理がいらない方であっても、これらの機能に魅力を感じた方は上位モデルを選ぶしかないのが現状です。高機能なセンサーと高出力だけを備えたレンジが欲しいという声も一定数ありますが、そこは商売ですから致し方ないところです。最後に大きさの目安はこのようになっています。
扉も縦開き、横開きがあります。ネットなどでは高機能レンジはどうせ使わなくなるからいらないという意見もありますが、基本性能においてもそれなりに違いがありますので注意が必要です。それでは早速大手5社、パナソニック、シャープ、東芝、日立、象印の比較をしていきましょう。なお事前に現時点でオーブンレンジを買うとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが圧倒的な人気を誇り過半数を超え、次いで東芝、シャープ、日立という順でした。パナソニックが首位なのは例年変わりませんが、今回は東芝がシャープを追い抜いた形となりました。もう少しばらけるかなとも思いましたが、パナソニックのビストロファンは多いですね。この業界で不動の地位を築いています。さて、話を戻して上位モデルを基準に、いつものように優秀な点を青字、劣っている点を赤字で比較していきます。まずは特徴とセンサー。各社上位モデルで言えば、レンジに加えオーブン、グリル、スチームの機能を一通り備えていますが、その中でも一つこだわっている機能があります。パナソニックの特徴はグリル。上からは強火力のヒーターで表面をパリッと焼き上げ、下からはマイクロ波が放出され、グリル皿をフライパンのように熱々にして焼き上げます。このグリル皿はパナソニックの特許技術で、マイクロ波を吸収し、最高230度まで発熱。フライパンのように直接食材に熱を伝えます。このように両面を一気に焼き上げることで、ひっくり返すことなく表面には焼き目をつけることができるというわけです。その他には、上段はヒーターで焼き物、下段は煮物や汁物を一度に作るといった使い方もできます。今年のモデルの進化点として、2つの熱源にコンベクションヒーターが加わりました。これにより、市販の冷凍フライに油をつけることで揚げ物ができるおまかせ熱風フライが追加されました。少ない油で揚げられるのでヘルシー、面倒な準備や後片付けが不要というのが特徴です。センサーは各社温度センサーは搭載されていますが、パナソニックはそれに加え64眼赤外線センサーが搭載されています。これはレンジ内のエリアを64分割し、各エリアの温度情報を同時に取得するものです。分割数が多いと食品の温め状況を細かく把握できるため、加熱ムラを少なくできます。続いてシャープの特徴は加熱水蒸気。食材を水で焼くというものです。水を加熱すると水蒸気に変わるのは皆さんご存知の通りですが、この水蒸気をさらに加熱すると100度以上の気体に変わります。これが加熱水蒸気です。加熱水蒸気の元は水なので、ガラス板には水滴がつきますが、紙は焦げて黒くなります。これが水で焼くということです。食材を焼くときには加熱水蒸気がまず食材に触れて冷やされ水に戻り、表面を水分で覆います。次にこの水分が食材表面の塩分だけではなく、食材内部から表面へ浮き出てくる油、塩分までも一緒に洗い流してくれます。これにより食材の減塩、脱油による健康効果が得られます。野菜であれば細胞破壊を抑え、ビタミンなどの保全にもつながります。このままですと表面が水でべちゃべちゃな仕上がりになりそうなものですが、調理が進み食材の表面が100度以上になると水分が蒸発するので問題ありません。最終的に最高300度近くまで温度を上げ、焼いたり揚げたりする工程に入っていきます。加熱水蒸気を使うヘルシー調理は他社にもありますが、ヒーターとの併用のハイブリッド式です。加熱水蒸気だけで調理するのはシャープだけなので、他社にはない強みと言えます。なお実際はオーブン調理でも脱油しますが、加熱されるうちに食材の表面が乾燥し、内部の油は中に閉じ込められてしまいがちなので、加熱水蒸気ほどの効果は得られないでしょう。パナソニック同様、
上段下段でいっぺんに調理することができ、冷凍・冷蔵食材の同時調理も可能。今年のモデルの進化点として、今流行りの生成 AI に対応してきました。といっても、本体に生成 AI が実装されているわけではなく、アプリの方なんですが、スマホを介してテキストや音声対話で調理手順のコツや献立提案サポートをはじめ、料理の基礎知識や雑談などもできるようになりました。ここでのレシピ情報はレンジ本体の方にも共有され、スムーズに調理に移行することができます。現在は新モデルのみの対応ですが、これから順次既存モデルにも展開していく予定のようです。どうでもいい話ですが、生成 AI のこの女性はしおりちゃんといい、ヘルシオの塩から取っているそうです。シャチパンも社畜とパンダから取っているんで、まあほぼほぼ一緒っすね。センサーは64眼赤外線ムーブセンサーと湿度センサーを搭載しており、豪華です。64エリアのエリア温度情報をムーブして検知する分、測定の自由度も高く、さらに湿度センサーも搭載しており、食品から発生する蒸気量をチェックできます。次に東芝の特徴は高火力オーブンです。他社のオーブンは最大300度のところが多いですが、東芝のオーブンは業界最高350度を誇ります。また温度だけではなく、石窯のようなドーム構造も模しており、熱対流も発生させています。これによりムラを抑えた焼き上がりを実現できるようで、ピザやパン、クッキーなどの調理に適しています。高火力な分、ふんわりとしたパンが焼け、さらに余熱200度まで約5分で終わることから、余熱なしで鶏の照り焼きもこんがり仕上げることができます。また今年のモデルから市販のピザ用に専用コースが追加になりました。オーブンには並々ならぬこだわりを感じます。本格的なナポリピッツァは400度以上の石窯で高温短時間で焼き上げることから、パンやピザを焼きたいとお考えであれば、東芝のオーブンレンジは特におすすめです。ちなみにグリルとオーブンはどちらも熱源はヒーターですが、加熱方法に違いがあります。グリルは表面を直接炙るのに対し、オーブンは庫内全体の温度を上げ、熱で包み込んで加熱調理します。パナソニックやシャープにあった上下段での別々調理はできませんが、独自の深皿がついており、食材を入れスタートするだけで様々な料理が出来上がります。センサーは今年のモデルから刷新され、ファインアイセンサーという名前になりました。この名前自体は商標で意味はなく、他社と同じく赤外線センサーです。従来よりも精度が3倍に上がったことで、より温度ムラを細かく検知することができるようになりました。他社のように分割数の表記はないですが、従来が8眼赤外線スイングセンサーだったこと、今回もスイングっぽい動きをしていることから、24眼スイングセンサー相当かと思われます。スイングするので総検出ポイント自体は1000以上で多いですが、一度に検出するエリアは限られるため、全体を瞬時に把握するのは苦手でしょうか。続いて日立の特徴はレンジ。他社のモデルでは主に赤外線センサーで食品温度を検知していますが、日立は赤外線センサーに加え重量センサーを搭載しています。加熱する前に食材温度を測定しておき、温度変化から食材と容器のバランスを推測。これにより高精度な加熱を可能としています。赤外センサー自体は東芝と同じくスイング方式のセンサーですが、検知ポイントは120ポイントと見劣りします。解凍に関しては表面温度を観測する赤外線センサーは不向きなので、重量センサーと併用する日立が有利で、スチームと合わせて解凍します。ただしこの重量センサーは2019年モデルまで3つついていましたが、現在では1つにコストダウンされ、中央部以外の精度はあまり良くないことと、そもそも電子レンジは解凍が原理上苦手なので、過度な期待は禁物です。電子レンジで使われているマイクロ波は水分に対して非常に高い発熱性がありますが、実は氷に対してはほぼほぼ無力です。
水と氷いっぺんに温めてみると分かりますが、30秒も温めてみると水はお湯になっていますが、氷はご覧のように全然溶けてません。これは同じ水でも水分子が結晶となっている氷の状態ではマイクロ波は適さないということです。ちなみに業務用の解凍レンジは扱う周波数も家庭用と違い 923MHz だったりするので、より内部までマイクロ波が浸透します。そもそも扱う周波数が違うんですよね。次に象印の特徴もレンジ。象印は2005年に一度オーブンレンジ業界から撤退しましたが、2022年から再参入。後発ながら独自路線を突き進んでいます。レンジで食材の芯まで温め、その後グリルでこんがり焼き色をつけるレジグリ。付属の耐熱ボウルを使い、浮かせてセットすることでムラ少なく温めできる浮きレジ。専用ボウルを使わないといけない煩わしさはありますが、浮いているので全方位加熱ができるほか、位置も固定されるので正しく温度も検知できるでしょう。レジグリに似ていますが、いわゆる揚げ物惣菜のリベイク機能であるサクレジ。ボタン一つで操作できます。さらに今年のモデルから業界初ツインエンジン構造となりました。これはレンジでマイクロ波を出すマグネトロンが2個搭載されたという意味で、一般的には底面だけだったものが本体奥にも搭載され、2方向から温めることができるようになりました。結果として温度ムラを少なくできます。業務用のレンジでもマグネトロンは複数搭載していることが多いので、これは理にかなった進化であると言えます。これにより上段と下段両方使った2段同時温めも可能となり、ボウルの底に熱が集中することもなくなり、浮きレジを使わなくても直置きできるようになりました。一方、搭載赤外センサーについては特に言及がなく、一般的な赤外線センサー2個使いとなりそうです。他社の凝ったものよりは見劣りしそうです。と、ここまで各社のセンサーについても細かく触れてきましたが、温度ムラはこのチャンネルで取ったオーブンレンジの不満点アンケートでも、実は半数近くの方が不満点として挙げたポイントです。ここでは少し詳しく解説しようと思います。皆さんの中には、エリアごとの温度が分かってるはずなのに、なんでうちのレンジは温度ムラが大きいんだろうと思う方がいらっしゃるかもしれません。それは本質をついています。これはレンジ底面から回転アンテナでマイクロ波をご飯に照射している図で、大体のオーブンレンジがこの構造をとっています。マイクロ波は庫内をビリヤードのように反射しているので、冷えたポイントに狙って当てられそうな気がしますが、実際にはうまくいきません。マイクロ波による加熱は高い指向性のあるレーザーのように狙えるものではなく、庫内の反射によって部屋の電球のように拡散されるからです。またこれらが複雑に干渉、強弱ができ、低材波もできます。各社この低材波を小さくするために、なるべく均一に加熱すべく高性能なセンサーを使ったり、アンテナ形状を変えたりして頑張っているというのが現状です。研究レベルでは揺らぎのないマグネトロン発信機を用いたものや、ピンポイントのビームフォーミング技術といったものはありますが、価格や大きさなどを考えると家庭用には難しいのが現状です。続いてトースト。各社の焼き時間と焼いている最中に裏返す必要があるかを記載しています。両面いっぺんに焼けるのはパナソニックとシャープ。途中で裏返す必要があるのは東芝、日立、象印となります。この中では焼き時間も短いパナソニックが最も優れており、次いで両面いっぺんに焼けるシャープか、焼き時間の短い東芝といったところでしょうか。なおシャープは両面焼けますが、取説にもあるように裏面は表面に比べ薄く焼き上がります。もし焼き色を追加したい場合は、結局裏返して追加で焼く必要があります。それからモデルグレードによってもトースト時間や裏返し用費が変わってきます。オーブンレンジでトーストもお考えの方は、ここらも注意しておくといいでしょう。続いて外形。
各社の特徴としては、シャープは高さがある傾向で、東芝は奥行きが40センチ以下ということでコンパクトですが、その分高さが少しあります。象印は設置上、左右にスペースを空けないといけないので、幅が少しある傾向です。この差は下位モデルとなっていくにつれ小さくなっていきますが、上位モデルのようにぴったり設置ができなく、隙間を空ける必要が出てくる点には注意が必要です。次に価格。各社の加熱水蒸気機能がついてくる上位モデルと、機能なしの下位モデルの現価格も合わせて載せています。現在モデルチェンジ時期なので価格は高めですが、上位モデルではパナソニック、シャープが全体的に高め、次いで東芝、そして日立は全体的に安い傾向です。なお日立の最上位モデルが他社よりもかなり安く見えますが、これは2年間最上位モデルの発表がなかったからです。象印は今年初めて加熱水蒸気付きの最上位モデルを発売し、お値段的には中間くらい、価格的には妥当なラインでしょうか。なお、オーブンレンジはモデルグレードでご覧のようにかなり価格が違い、下位モデルとなると3万円からあります。ただし、下位モデルは調理の幅が狭くなるだけではなく、赤外線センサーが非搭載となったりと、搭載センサーが貧弱になりがちなので、自動温めの精度や自動調理を考えている方は注意してください。続いて口コミです。総じて各社使い物にならないといった声は少なかったですが、回答に関しては不満の声が多かったように感じました。先ほども少し触れましたが、電子レンジは解凍が得意ではないので、マニュアル操作で解凍される方も多かったです。パナソニックは付属のグリル皿が好評でした。グリル皿は食材の油を溝に落とすだけではなく、下からも加熱できるので、食パンや焼き魚もしっかり両面焼くことができるほか、揚げ物の惣菜のリベイクにも使えます。シャチパンも実際スーパーで買ってきたチルドピザや揚げ物をよくトースト設定で焼いてます。揚げ物はサックサックになりますし、油も取れます。これのせいで食べ過ぎて太ったので、パナソニックには責任を取ってもらいたいです。それから下ごしらえした材料を耐熱性ボウルに入れるだけで調理できるワンボウル調理がいいという声がありました。パスタやシチューをはじめ、中華やフレンチまでワンボウルで調理できます。悪かった意見としては、他社と比較して価格が高い、一部のモデルでグリルの上段のスペースが狭いという声がありました。具を乗せたピザトーストなどは難しいケースがあります。それから昨年の動画で、中位モデルの赤外線センサーが人知れず湿度センサーにグレードダウンしたことをお伝えしましたが、液晶のバックライトも非搭載になっていたモデルもありました。その分価格は安く設定されていましたが、これがだいぶ不評だったようで、今年は戻してきました。ただ以前のモデルではスイング式の赤外線センサーだったのに対し、ただの赤外線センサーの搭載となっており、センサーで見ればグレードダウンしたままとなっています。パナソニックの中位モデルは価格とのバランスを取るべくいろいろと模索しているように感じます。またこれは各社そうなのですが、中位モデルではカラー液晶が採用されておらず、レシピ表示が数字であることが多いので、数字の意味を確認しながら調理するのが面倒という声が上がっていました。次にシャープは加熱水蒸気を使った調理で料理が楽しくなった、ヘルシーな料理ができたという意見が多く寄せられていました。脱油・脱塩効果は他社より優れています。またパナソニックもできるようになりましたが、冷凍食材も一緒に自動調理できていいという声がありました。液晶バックライトも比較的モデル対応範囲が広い印象です。一方悪かった意見としては、調理時間が長い、少しうるさいという意見がありました。また調理後は仕組み上、庫内が結構水浸しになるので、お手入れが面倒という声も上がっていました。
シャープのヘルシオはその特徴からか絶賛されている方と少し使いづらいなと感じている方が二分しており、人によって合う合わないはありそうです。続いて東芝は何といっても最大の特徴であるパンの仕上がりが好評でした。高火力なオーブンを重視される方は東芝を指名買いしてもいいでしょう。また付属の深皿による調理がいいという声がありました。煮物なんかも作れるようです。それから奥行きが他社と比較して小さいと好評でした。設定スペースの観点から助かっている方も多く、その分高さが少しありますが、ユーザーからは受け入れられているように感じました。一方、悪かった意見としては、一部のモデルでコンコンと異音がするという声がありました。ファンの摩耗を防ぐための滑車の間欠運転によるもので、不具合ではないという情報もありますが、音が大きいと交換対応となったケースもあり、正確な情報は分かりませんが、音が気になった場合は購入先に相談してみてもいいでしょう。それからサポートの対応があまり良くないのか、それに関する意見が他社より多く感じました。次に日立はお手入れのしやすさ、コスパを褒める声がありました。お手入れは底面がトレイとなっており取り外せるので洗いやすいと好評でした。一方、悪かった意見としては重量センサーを搭載していることもあり、解凍性能を期待する方が一定数おり、不満の声が見られました。ただ日立の自動解凍は取説にもあるように食品の分量だけを重量センサーで測る仕様です。容器に乗せずに解凍するのが正しい使い方となります。その他には液晶バックライトがないモデルが多く残念。オーブンで使った場合にトレイが汚れたとしてもレンジでも必要となるので、続けて使う場合に洗えない、庫内が暗くて見づらいという意見が他社より多く見られました。続いて象印は昔ながらのダイヤル式なのがいいという声がありました。機能もシンプルです。それから引き出し式のメニューボードが便利という意見がありました。また18リットルクラスの小型モデルのみとなりますが、食パンが裏返し不要で焼けるパンレジが好評でした。原理はパナソニックと同じに見えます。悪かった意見としては、10万超えの最上位モデルでは改善したものの、それ以外のモデルでは天面のヒーターがむき出し構造であること、ドアクッションもなさそうです。また小さいものの連続加熱で止まることがあるのが残念という声がありました。取説にあるように長時間加熱、連続加熱、少量加熱の場合、出力を落とすことがあります。それから専用角皿が少し重いという声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから一つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。前回集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。今回は全体的に点数が下がった印象でしょうか。前回の集計から比較すると、パナソニック、シャープ、東芝は少し点数を下げる中、日立は少し回復。逆に象印は点数を上げたという結果でした。象印は他社にはない独自路線が受けているような印象でした。今年最上位モデルが登場し、再参入するだけあって力も入っています。一方、それまで首位であったパナソニックは上位モデルの評判はいいものの、10位モデルのコストカットが点数に影響した印象でした。参考にしてみてください。選び方としては、本格的な加熱水蒸気調理をして身も心もヘルシーになりたい方はシャープ、高火力なオーブンでパン職人になりたい方は東芝、お手入れとコスパで決めたい方は日立、レンジ重視で使いやすさや独自機能に魅力を感じた方は象印、焼きにこだわりつつもバランスが良く人気のオーブンレンジをお探しの方はパナソニックが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。
最終確認では性能に目が行きがちですが、操作パネル、UI、お手入れのしやすさの3点も忘れず確認してみてください。こんなはずじゃなかったと後悔するケースが非常に多いポイントです。操作パネルはバックライトがなくて暗くて見づらかったり、カラー液晶の方がメニュー表示が充実していて使いやすかったりします。UI は温めなどでよく使う機能があると思いますが、操作が思っていたのと違い、分かりづらいという不満をよく聞きます。お手入れは庫内の拭き掃除をする際、天面にヒーターがむき出しのものとフラット構造のものがあります。モデルによっても違いますが、同じ性能のヒーターならばむき出しの方が実は高火力ですが、その分掃除がしづらいです。いずれもオーブンレンジを使うにあたり、使いやすさに直結する部分ですので注意しておいた方がいいでしょう。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。